皆さんこんにちは、激吉です。サイバーパンクモッド紹介始めていきます。今回は紹介するモッドの数がかなり多いです。そして基本的なモッドやモッディングに欠かせない重要なツールも見ていきますので、これからモッドを使って遊んでいきたいと思われている方にぜひ見ていただきたいと思います。もちろんすでにサイパンにがっつりモッドを導入して遊ばれている方にも有用なものを見つけていただける動画になっていると思いますので、皆さんぜひ最後までご覧ください。それではここからどんどんモッドを紹介していきます。まずは HQ ファストフード。バニラのいまいちうまそうに見えないファストフードのビジュアルを改善します。ハンバーガーやポテトやピザなど高品質のメッシュに置き換えることで食欲をそそられる新鮮でうまそうな食事にリプレイスします。で、こういった食材を実際手に取って食べてみたいと思われた方はこちらのモッドをお試しください。イマーシブフードベンダーズ。このモッドを導入することで飲食店限定ではありますが実際に食事を手にして食べることができます。サンドイッチ、バーガー、寿司、フルーツ、プリン、ホットドッグとすべて食事のアニメーションが再生されますので好きなだけ食べてみてください。そしてただ食べるだけでは味気ない感じもするのでサバイバルシステムを導入してみましょう。これでエネルギー、セイシエーション、ハイドレーションの3つのステータスが追加され、時間経過とともにこれらの値が減少していきます。腹が減ったり喉が渇いたりってことですね。そして空腹や渇きを癒すため食事をとる必要があります。食い物を食えばセイシエーション、飲み物を飲めばハイドレーションの減少した値を補うことができます。エネルギーに関しては睡眠をとることで回復可能です。で、この3つのステータスが下がっていくと、スタミナの消費が激しくなったり、過半重量が下がって走れなくなるなどデバフがかかります。で、最終的には死んでしまいますので、体調管理にはお気をつけください。クイックスロットを拡張しておけば食事も簡単にできるのでおすすめです。カスタムクイックスロットで一気に拡張しておきましょう。こちらゲームパッドにもしっかり対応しています。スロットの内容はネイティブ UI セッティングで行います。キーボードで操作する場合はネイティブ UI セッティングで設定したのと同じキーをサイバーエンジンツイークでもホットキーとして設定する必要がありますのでご注意ください。クイックスロットにはサイバーウェアやグレネードなども設定できますのでぜひ試してみてください。で、HUD 自体も見ていきましょう。ハギターを使えば各ウィジェットのサイズやレイアウトを調整できます。シフトプラス U でエディットモードに入り、左右のカーソルキーでウィジェットを選択して調整します。変更を元に戻したいときはエディットモード中に X キーで完全にリセットできるんですが、ちょっとおかしいですね。多分他のモッドとの兼ね合いでデフォルトのレイアウトが崩れているんじゃないかなと思います。で、先ほどから HUD を表示したり消したりしているのは Limited HUD を使って行っています。Limited HUD は各ウィジェットの表示をトグルしたりですね、任意のタイミングで表示するよう設定できます。モジュールを融合化してグローバルホットキーに紐付けした項目は F8 で表示を切り替えできます。また武器を構えた時だけ武器アイコンを表示するといったイマーシブな設定も行うことができます。また LHUD アドオンを使って HUD のカラーを変更したりとかもできます。HUD のデザイン自体を変更するモッドもご紹介します。Deus Ex Human Evolution HUD、 名作ステルスゲー Deus Ex をイメージした HUD プリセットですね。これハディタが要件となってますのでご注意ください。そしてスキャン中ですね、画面にかかる緑のエフェクトを除去するプリムスキャナーもお試しください。
これでスキャン中でも画面がはっきり見えるようになって気持ちいいですね。さらに続けて次のモッドは回収したアイテムを自動的に分解してくれるスマートスクラッパー。これで不要なアイテムをいちいち分解していく手間が省けます。どのカテゴリーのどのクラスのアイテムを自動で分解するかはモッドセッティングで設定できます。それではここで CET サイバーエンジンツイークに関して詳しく見ていきます。サイバーエンジンツイークは導入したモッドを操作したり、モッドの設定を変更することができます。そしてコンソールタグを開いて、コンソールコマンドを入力して各種アイテムを入手したりといったことも可能です。試しにコンソールコマンドでこちらの衣装を入手してみます。ノーラドリーマーアクエリラススポーツアウトフィット。こちらのモッドの説明ページに記載されているコマンド、これを入力すればこのモッドの衣装を手に入れることができます。1行でも全行でもいいので、とりあえずこのテキストをコピーしておきます。で、コピーしたらサイバーエンジンツイークの画面に戻って、コンソールの一番下の入力欄にコントロール V で先ほどのテキストを貼り付けてエンターで決定します。で、インベントリを開いて確認してみると、ちゃんと先ほどの衣装モッドが追加されてますね。こんな感じでコンソールコマンドを使います。お次はですね、バインディングタブを開いて各モッドのホットキーを設定します。今回はサードパーソンモッドのアクティベートキーを設定してサードパーソンモッドを起動できるようにします。アクティベートキーをスラッシュに設定しました。ここでセーブしてオーバーレイを閉じてスラッシュを押せばちゃんとサードパーソンモッドが起動しましたね。で、これだとちょっとカメラの位置が近いのでカメラを調整するキーも設定します。バインディングタブでカメラの高さと距離を調整するためのホットキーを設定します。これで快適にサードパーソンモッドも使えるようになりました。そしてアピアランスメニューモッド、通称 AMM ですね。このモッドはキャラクターやオブジェクトに関することが何でもできるすごいモッドです。試しに NPC を呼び出してみましょう。サイバーエンジンツイークのオーバーレイを開いて AMM のスポーンのタグからメインキャラクターパナムを選択します。ちゃんとパナムが出てきました。呼び出した NPC はスキャンタブのリストオブアピアランスの項目からバリエーションを変更することができます。今は水着ですが、ちゃんと服を着たタイプなどに変更可能です。ポーズのタブではキャラクターにアニメーション付きのポーズを取らせることができます。ツールタブではターゲットツールを開いてキャラクターを移動させたり、表情や目線を変更することもできます。ツールタブのタイムアクションの項目では天候を好きなものに変更したり、時間帯を瞬時に変更したりなど、環境を好きなように調整できます。で、面白いのはスローモーションですかね。ここでゲームスピードを調整できるというかスローをかけることができます。ディレクションのタブにあるカメラではフォトモードとは別のですね、AMM 独自のカメラを使うことができます。自分のキャラクターではなく NPC や風景を撮影するときに使いやすいカメラだと思います。で、自キャラや NPC を撮影する際にはぜひこの照明モッドを使ってみてください。チャーリーキャラクターライティングスイーツ。ただ英語表記なので、使い方に慣れるまでは少し時間かかるかもしれませんが、一通り UI をいじってみるとすぐ理解できると思います。今度は AMM で室内の装飾をしてみます。今回は AMM 用のプリセットモッドを使います。デコレーティングのタブからプリセットで導入したアパートメントモッドを選択すれば一瞬でオブジェクトが配置されます。こちらビーズオリジナルアパートメントプラスですね。割とスッキリしたレイアウトで無駄のないおしゃれな装飾プリセットだと思います。
で、なおかつところどころ生活感を醸し出す雰囲気がセンス抜群ですね。そしてもう一つ最新のアパートメントプリセットをご紹介します。デジタルオアシス H10 アパートメントプリセット。こちら多くのオブジェクトがドカッと配置されて賑やかな雰囲気に室内が構築されてます。配置されるオブジェクトの中でも、特に目を引くのはバスタブですかね。ロマンを感じますね。でもこれブラックホールの下りで B が入った氷風呂ですよね。あったかい風呂ではないようです。で、最後にもう一つ、ルーシーアパートメントのような実質以外のロケーションに構築するアパートも AMM を使います。プリセットを選択したらツールタブ、テレポートアクションでロケーションを選択してテレポートします。これでルーシーアパートメントが構築された場所へ直接移動できます。便利ですね。お次はアピアランスクリエイターモッド。こちらは NPC の胴体や頭など各部位のメッシュをですね、他の NPC のメッシュと入れ替えてオリジナルのキャラクターを作れるすごいモッドです。試しにソングバードを呼び出していじってみます。まずは胴体、ジャケットのメッシュを入れ替えます。セレクトフロムリストをクリックしてリストの中から好きなものを選択します。これ選択できるメッシュが多分ですね、バリラのものが全てリストされているので、ものすごい数になってます。あとは頭や腕、足など気が済むまで入れ替えてみます。で、一通りいじり終わったところで、エクスポートします。これで作成したキャラクターが AMM のリストオブアピアランスの項目に追加されます。ソングバードを呼び出して先ほどリストに追加したソングバードテストをクリックすれば自分が作ったキャラクターを呼び出せます。で、一応完成したんですけども、ちょっとジャケットがごつすぎたので作り直します。先ほどと同じように胴体のメッシュから入れ替えていきます。これメッシュを選択する際ですね、数が多すぎるので検索欄に何かしらキーワードを入力してある程度絞り込んだ方が良さそうですね。それではここからはプレイヤーキャラクターを少しいじっていきます。まずはアピアランスチェンジアンロッカー。このモッドを使うことで部屋でキャラクリのやり直しが可能になります。わざわざリパードックに行かなくても整形できてしまう非常に便利なモッドです。次はキャラクタースキンを変更してみます。4K コンプレクション&ボディフォーフィーメル B。高解像度で滑らかな質感のスキンモッドですね。バニラとは見栄えがガラッと変わります。で、次は 4K ウルトラディティールコンプレクション。こちらは若々しくてツヤのあるスキンですね。動画ではヤンガーバージョンを導入してあるのでより B が若く見えますね。で、目のテクスチャも変更してみます。パーラズアイスタンドアローン V バージョン。こちらのモッドはユニークアイズコアが要件となってますので忘れず導入してください。動画では交際にリングがついた花子バージョンを導入してあります。で、フォトモードでキャラクターの表情を変えているのは、フォトモードフェイシャルエクスプレッションメガパック。もう一つおまけで、バターマイ V。多分スペキュラーマップを追加して B のスキンにツヤを出すこのモッド。反射の具合は 25%、50%、100% の3種類から選べます。ただ 100% にすると、ツヤというよりはですね、ちょっとジャンルが変わってくるのでご注意ください。ご利用は計画的に。次は髪型ですね。髪型を置き換えるモッドはもうこれだけでほぼ賄えるんではないでしょうか。このウィング D やヘアコレクションにはですね、全部で210種類の髪型が用意されてます。あまりに多すぎてとても全て確認できませんので、個人的な好みでソミっていう髪型を実際導入してみます。まず膨大なリストの中からソミのファイルを探します。ダウンロードは手動のみです。ので手動ダウンロードします。で、ダウンロードする後でも前でもいいので、ファイルの中身を見て必ず何番の髪型が置き換えられるか
確認しておきます。今回はバニラの2番の髪型がソミに変更されます。確認できたら圧縮されたままのファイルをモッドマネージャーへドロップして有効化すれば導入完了です。ゲーム内で確認してみます。先ほどのモッドは2番の髪型が変更されるものでしたので、2番を見てみます。ちゃんとソミの髪型になってますね。こんな感じで導入していきます。注意点として複数の髪型を導入して番号が被ってしまうとバグってしまいますのでご注意ください。今度は自分の部屋の PC にショップを追加します。バーチャルアトリエ。これ元導入すると PC 内に元の衣装などを購入するためのショップを追加できるようになります。バーチャルアトリエ単体では機能しませんので、別途衣装モッドとその衣装モッドに対応したアトリエストアも導入する必要があります。ストア内では衣装のプレビューを確認しながら買い物ができます。購入したいものが決まったら P キーでカートに入れてカートをクリックして購入します。当たり前ですが購入するためにはエディが必要です。では実際バーチャルアトリエにストアを追加してみましょう。こちらの XRX タクティカルレオタードをストアで購入できるようにしてみます。説明欄に衣装を入手するためのコンソールコマンドが記載されています。コンソールではなくストアで購入したい場合はですね、その上バーチャルアトリエのリンクをクリックします。すると NC ファッションバーチャルアトリエのページに飛びました。これがタクティカルレオタードを購入するためのストアですね。このストアを導入すればバーチャルアトリエ内にストアが追加されます。で、ストアモッドにはものすごく有用なものがあるので合わせて紹介しておきます。AGIS、オールゲームアイテムストア。このストアを導入すると PC 内で武器、防具、サイバーウェア、そして素材までですね、ほぼ全てのアイテムを購入可能になります。そしてさらに便利なモッドをもう一つ。リッパーデック。このモッドを入れておけば、いちいちリッパードックに行かなくても、インベントリー内でサイバーウェアの交換とアップグレードができるようになります。これで自分の PC でいろいろなものが購入できるようになりました。なんか妙に現代的な感じがしますね。では今度は車両も PC 内で購入できるようにしてみましょう。バーチャルカーディーラー。このモッドは別途ストアを通過していく必要はありません。バーチャルカーディーラーに対応したビークルモッドであれば、ビークルモッドを導入するだけでどんどんカーディーラー内に購入可能な車両が追加されていきます。これで憧れの80スープラも PC で購入できるようになりました。そしてビークルモッドをお探しの方、ぜひですね、この車乗ってみてください。ランボルギーニカウンタック。まさにロマンの塊のような車ですね。ナイトシティは本当にたくさんの夢とロマンを叶えてくれます。ナイトシティで最高の車を手に入れたら、次はチューニングですね。カーモディフィケーションショップ。ショップはマップの北、ノースサイドにあります。ちなみにマップをぐるぐる回しているのはマップストリートビュー。回しすぎると本当気持ち悪くなるのでお気をつけください。それでは早速いじっていきましょう。エンジン、ECU、トランスミッション、サスペンション、タイヤブレーキ、軽量化とですね、金に物を言わせてとにかく全部突っ込んでいきます。見た目こそ変わりませんが、トルクの数値がもうもりもり上がっていきます。さあこれでどんな感じに仕上がったでしょうか。もうすでに加速の瞬発力がやばそうですね。カーモディフィケーションショップを使えばモッドの車両でもチューニングできてしまうのでおすすめです。でフルチューンしたスープラで最高速を狙ってみるとですね、300マイル超えました。1マイルが 1.6 キロなので300マイルだと、速いですね。そしてですね、最新のビークルモッドで間違いなくおすすめしたいのがこちらのランボルギーニウラカン STO。 僕はですね、いろんなレースゲームでウラカン乗ってきたんですけども、こいつもかなりやばいです。まずビジュアルがかっこよすぎます。そしてサウンドはですね、かっこいいを通り越してもうえぐいですね。でさらに走りはですね、ミッドシップ MR 特有のジャジャ馬っぷりがですね半端なくてですね、僕にはちょっと
手に余りました。皆さんもぜひ一度ですね、このぶっ飛んだウラカンを体験してみてください。最高の車を手に入れてですね、完璧なチューニングを施した後は、ドライビングポジションをバッチリ決めておきましょう。ベタービークルファーストパーソンを使えば、一人称視点のカメラ位置を自由に調整できます。ありえないほど見づらかった一部のですね、車両のカメラ位置もこのモッドで解決できます。これでお気に入りの車も運転しやすくなって、最高のドライビングが実現します。今年もですね、無事故無違反で年を越しましょう。そして最後は、こんな素敵なモッドですね。皆さんナイトシティのドライブに寂しさを感じたことはないでしょうか。そんな時はですね、このモッドを入れておけば、いつでもキアヌ・リーブスが助手席に座ってくれます。ザ・パッセンジャー。ということで、今回たくさんのモッドをご紹介してきましたが、サイパーのモッドはですね、まだまだ有用なものが山ほどあります。とても紹介しきれません。で、そしてですね、日々新しいモッドが毎日多くリリースされてます。で、2.02 にアップデートされた後ですね、重要なツールも一通り更新されて、環境が安定しました。サイパーにモッド導入して遊ぶっていうのは今が旬ではないでしょうか。今やですね、神ゲート化したサイバーパンク2077はですね、これからが本番だと思います。まだまだ暑いですね。ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。